改めましてこんにちは。よろしくお願いします。適正社で塗りをしてます今村です。普段は工房の中でですね塗り作業をしているんですけれども、今日は新幹線で6時間ほどかけてこちらの方までお邪魔しました。国内で使われている漆の5% から1割ぐらいが国産漆になりまして、あとの9割、95% ぐらいはですね海外の漆に頼っている状態ではあるんですけれども、その1割 5% ぐらいのその漆のその中での8割ぐらいはその浄法寺エリアで取られています。で今日はですねやはり適正社というか浄法寺はですねその地元で採れた漆があるっていう方が一番の特徴になりまして、その漆かきのことをまず知っていただいて、その漆を使ってのお椀作りだっていうことを知っていただくために先に上の階に今から移動していただいて、漆かきのことをちょっとご紹介していきたいなと思います。皆さんにもちょっと傷をつけてもらうっていうことをやっていただこうかなと思います。でこれちょっと思ったより細いなとかって思われるかもしれないんですけど、これでも多分15年ぐらいは経ってる木で、漆を描くためにはおよそ15年からそれ以上ぐらいの、太さがちょうどよくなったものを見つけて、漆を取っていきますね。でまずそこまでやったらやっと漆かきの仕事に入れます。それがだいたい6月の上旬ぐらいになります。で、200本やったとします。でその200本っていうのは1日に200本一気に回るんではなくて、私の場合だったら1日50本の仕事をやっていきます。ですので、4日間かけて一通り回れるようにしていきます。じゃあ、まず1回目の傷をつけるというところをやってみますね。今日1本しかないので、1日50本やるって考えたらこれを50本やるんだなって思ってください。傷をつけていくっていうのは、この1回目の傷からこう次に来た時にその上にちょっと長く、でまた次5日後に来た時にちょっと長くっていう風にだんだんに長くしていきます。で大体、自分の手が届く範囲ぐらいまで仕事をするって想定すると、右半分で5箇所ぐらいに分けて、左半分でも 5箇所ぐらいに分けてスタート地点を決めていきます。でちょっとこの木短いのでちょっと想像してもらいたいんですけど、この辺を地面だって考えて、この黄色いラインですね、こっからここぐらいまで、仕事をする、自分がここに立ってここぐらいまで手が届くっていうふうに考えた時に場所を5つ決めますね。この辺とこの辺この辺というふうに決めて、そこにまずこの、漆かきの鎌という刀を曲げて作ったようなすっごい切れ味のいいものなんですが、これで木の皮を少し削ります。この辺につけたいので、その傷をつける周辺を軽く削ります。皮をそぐんですね。ごめんですか？なんで皮を剥ぐ？なんで皮を剥ぐか。ここにいきなりこのカンナで傷を入れようとすると、結構ここがボコボコしてるんですよ。ですので深さがまちまちになっちゃうんですね。なので皮をこう平らにできるだけきれいに削って均一にこの傷が入れられるようにしていくためですね。傷をこっちはまた後から使うんですけど、とりあえずは使います。これをこうちょっと刺して、すごい簡単に今できちゃいました。
か実はすごい難しいことしてるんですよ後でやっていただきます、はい、撫でるような感じでその周辺をはいちょっとスッて落とすような難しいんですよ。これ一番難しい仕事なんですよ。角度は、これをですね、ここにピタッてつけてもらって、スッて浮かしてやる、こうやって離してやるとやりにくいんで、もうピタッてくっつけてもらって、こう、そうです、はい。これはですね、あんまり厚く削っちゃうと、この茶色い層の下の白い層まで見えちゃうとあんまり良くないんですよね。あ、そうですそうです。はい。上手です。それでバッチリです。深さもバッチリです。皆さん上手です。刃物ですか。この傷の上なので、この辺りを削るような感じで、はい。当てて滑らす。ちょっと入りすぎたかも。育ててあげなくてはいけなくて、二戸市の方ではとても上手です。漆の木の種をまいて苗を育てることも同時にやってます。グッとそれでまっすぐ引く。あ、すごい上手です。いい感じです。あ、深さバッチリです。これ見てください。で片手でこの手はこれ。ちょっと白っぽい色になります。これが乾いてかさぶたのようにこの傷を覆ってあげるときにはもう黒くなっていますね。いい感じ。あ、OK です。はい。そしたらじゃあ今度これをはい。で長さはこの辺りからこの辺りまで1回で。あ、そうです。もう。いい感じですね。顔に飛んでくるんで顔がキリキリしちゃうんですけど。こちらにですね、顔料を入れることで色の漆を作っていくことができます。これはベンガラという顔料を入れて、このお椀を塗っていくための漆を作っています。でですね、このすぐろめ漆に鉄粉を入れることで化学反応が起きて黒い漆を作ることができます。最後鉄粉は取り除いて黒い漆として使っていくことができます。で今回皆さんに塗っていただくのも黒色の漆でございます。これがですね、浄法寺漆の乾かしたそのままの表情になります。マットな表情っていうのが漆本来の自然な表情なんですけれども、これで皆さんにお渡ししまして、皆様の方でですね、使っていただいて洗った後に布巾で拭いていただくと表面を磨いている状態になりまして、だんだんとツヤが出てきます。で今日はですね、はい、皆さんにはこれを仕上げてもらいます。でこっちは練習用です。はい、こっちは外側でベンガラで仕上げたもので、内側は研いであるので、はい、内側を練習してもらってから、こっちの外側は赤色、内側は黒で仕上げる、はい、お椀の塗りのワークショップになってます。この毛の部分は何でできてるかご存知ですか？何でしょう。答えはですね、人の髪の毛になります。はい。でまず最初に皆さんの前に用意しているのは練習用のハケで用意しています。でギュッとこう持たずに少しこう指で持つような感じがいいです。というのは回しやすいようにするためですね。で自分に引き寄せてぐるーっとこう回してお椀は塗っていきます。そしたらこの円の漆を使って川の字平行に3本描きます。外側外側真ん中という3本でこの中を埋めてあげます。そしたら90度回転して十字になるように、今描いた川の字のに十字になるように、また同じように川の字
3本で外側真ん中で十字にしてあげます。そしたら今度下から上に側面をどんどん塗り上げていきます。こういうふうにお椀の形に揃えてこういうふうに描くのではなくて、まっすぐ平行に3本描いてあげます。ちょっと下手くそですけど。では順番にみんなでやっていきましょう。はい、お椀を持って竹を持ってください。まずは手順を覚えてください。はい。ぐるっとドーナツを描いてみましょう。外真ん中です。外真ん中。大丈夫です。練習なので何回でもやってはい。で90度。側面の真ん中あたりです。今漆が乗ってないところの真ん中です。そうですね。その辺。一瞬がやってすごいです。何回でもやっていいです。はい。はい。いいですね。そしたら今もう一回漆が乗ってない面がなくなるようにどんどん塗っていってください。一番上まで上げます。今こうなってるんですけど、こうです。ぐるっと。あ、そうですそうです。で、そうです。その辺にハケを置けますか。はい、そうです。そこからしたらお椀を回す。お椀を回す。上にドーナツ。はい、かけました。そしたら仕上げに入っていきます。皮の字で外真ん中。わっとできるだ大きくけ外真ん中とやります。はい、最後に一周ドーナツきれいに炊いて。真ん中。ここですか。あ、そう中からこの辺りから今通したところにちょっとだけ幅が狭いのでどうしても浮遊してるので書いてもいいです。どんどんゴミが入ってくる。なので回数少なく仕上げますのが。そうです。あとはそうですね。縁の部分がまだちょっと厚い感じが。線を描きます。お椀を回します。お椀を回す。そうです。あ、つけなくて大丈夫です。外側。力入れていい。いいですよ。はい。で真ん中。そうですね。ちょっと厚いですね。はい。そしたら。あ、でもここがちょっとこう溜まっている一周していきます。感じがあるので、この上の方だけ。はい、ドーナツを入ってもらって。どうですか。できました。この辺からでいいんですか。いいですよ。いいですよ。あ、ついちゃった。後で。こう止まってるのわかります。これそのままはい全体に配ってる状態ですね。食べちゃう。あ、でもそんなもんでいいかもしれないです。もうちょっと波打ってるのはちょっと馴染んでくると。馴染んでくるとは思うんですけど、ひょっとしたら出ちゃいますね。なんでかな。楽ですかね。一本一本丁寧に力って入れるんですかこれは。ちょっとあまり入れすぎない方がいい感じです。あ、大丈夫です大丈夫です。これでいいのであれば、はい、いいですか。ありがとうございます。失礼しますよ。いいと思います。ちょっと何言っても綺麗です。いい感じです。上げたところから次に進めていきましょう。初めての漆体験いかがでしたか？結構難しかったんですけど楽しかったです。綺麗に塗れた思います。思ってたよりやっぱり難しいですね。なかなかイメージしてるのとはまた違いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。難しいですか。楽しかったです。楽しかった。はい。難しかったです。難しいです。どういうとこが難しかったですか？やっぱりこのですね、手をその時期がひねって一番漆がいっぱい出るのが難しいですし、一回傷をつけたらそこから力加減とかずーっと出続けるってなんかやりながらなんか変な線入っちゃうみたいな。また溜まったら取るっていう字にも他のところでもこういう体験作るんですが、他のところでもこんな体験作られるんです。そうですね。